どうも心身科医の伊藤です。今回は、線維筋痛症の痛みについてやっていきたいと思います。この動画はですね、どちらかというと線維筋痛症の方向けに今までですね、自分が治療院で線維筋痛症を専門として歌ってきて、こういうメカニズムで痛いんだなって、これが辛いんだなと、あとはこういうことをやったら楽になるよ、痛みが少なくなるよっていうのをなるべく啓蒙していきたい、お伝えしていきたいというのをメインとしてやっていきます。なので、まずこの病気は知りませんっていうところから説明ができないんですけれども、もういきなり本題から入っていきたいと思います。線維筋痛症の方の痛みっていうのは、基本的にもう激烈な痛みなんですね。で、何が起こってるかっていうのがいまいち現代医学では分かっていないと。で、東洋医学でもあんまり分かってないっていうのが実際のところです。ただその2つを掛け合わせていくと何が起こってるかっていうのがすごく分かってきましたので、それを今回動画で説明していきたいと思います。線維筋痛症という名前でついつい筋肉が痛いんだって思ってしまう方が多いんですけれども、僕が臨床で見ていると大体の方はこの背中、背骨ですねに非常に強い押した時の痛み、圧というものがあります。で、大体背中、それから肩甲骨とか、肩甲骨と背骨の間の肋骨なんかがすごく痛くなっちゃうっていう人が多くてですね。で、何が起こってるかっていうと、基本的には一番痛いのは骨なんですね。で、この骨がどうして痛くなるかっていうのがポイントなんです。で、整形外科ではレントゲンを見て骨折してないから問題ないよで終わりなんですけども、この骨ですね、実はすごく痛みを起こしやすいものなんですよ。しかも現代の生活に非常にマッチして痛みを起こす仕組みがあります。それが今真夏でね、こうやって顔からダクダク汗をかいちゃう人が多いでしょ。で、脳が熱を持つと基本的に汗をいっぱい出して頭を冷やすっていうことを体はします。で、それをやらないと脳がある一定の温度に達してしまうと非常に命が危なくなってしまうからなんです。で、その汗を持ってきて冷やさなきゃいけない。で、その汗どっから持ってくるのって言ったら、通常の汗とは違うんですよ。なんかじわじわ運動してじっくりかいた汗とかじゃなくて、わあ暑い、早く冷やさなきゃ危ないっていう時にわっと出てくる汗っていうのは多くがミネラルを含んでいるんですね。で、髪の毛がねすごくベタベタになるから分かりやすいと思うんですけども、ミネラルが豊富な汗で、そのミネラルってどこから来るのっていうと、この骨から取られて汗として出ちゃってるんです。で、骨を犠牲にして汗をかいて脳の温度を下げるということをやってるんですね。で、健康な人はなんでそんなに同じようなことやってるの大丈夫なのって思うと思うんですけども、健康な人はですね、まずこちら風の通りがいいんですよ。だいたい人の体って鼻の中から空気が通って、でこの後頭部に抜けていくんですけれども、そうやって換気されるんですね。すごく空気が流れていって換気される。で、走ってたりするとよりここが換気されてるんで、運動してても脳が温度が上がったとしても空気が抜けていくから温度が下がってるんで脳が熱くならない。だから頭からダクダク汗をかかないと。でも走ってるのを止まった瞬間に汗がダーッと出てきてしまうっていうのは、この換気がうまくいってないからなんですね。で、なんだっけこの風が抜ける脳の温度が下がる。で、この前ねテレビでも言ってたんですけどもね、大きくあくびをすると脳の温度が下がるっていうんですよ。で、なんでかっていうと、そこで空気が抜けるから脳の温度が下がるっていうことができるんですけども、みんなこの頭から汗をいっぱいかいちゃって、で骨からミネラルを奪われると。で、健康体はこの風の抜けがいいから問題が起こらないんだけども、今年みたいに湿気が多い、ベタベタしてるっていう時って、ここが詰まってきちゃうんですね。
で風の通りを悪くしてしまうんで脳の温度が上がりやすいと、こんな絵を描きましたけれども、後頭部の換気扇な部分がうまく回らないから頭が熱を持っちゃう。だから骨から水を持ってきて脳みそを温度を下げるということを非常によくやると。でこれを繰り返しやっていくと骨がスカスカになり、そして熱を持ちます。で熱を持つと骨ってもうすごく痛くなっちゃうんですよ。例えて言うなら虫歯みたいな痛み、ちょっと当たっただけでもキーンって痛くなっちゃうし、何もしてなくてもうずうず痛いっていうのがこの骨の典型的な熱を持った時の痛みです。これが線維筋痛症の人の体の中で非常によく起こっているメカニズムなんですね。加えてなんで筋肉が痛いっていうのかっていうと、この弱くなってしまった骨を守るために筋肉はその骨の周りを固め始めるんです。まるでギブスのように骨を固めて一生懸命守る状態を作り出します。なので我々はその筋肉を見て、これは筋肉が固まって血流が悪いから痛いんだっていうふうに考えちゃうんですね。で東洋医学の人なんかはそこで針をしたりとかしてなんとかしてその骨周りの筋肉をほぐそうって痛みを楽にしようとしたりとか、あとは西洋医学の人はこれは脳で起こってると、実際どこも悪くないって言っちゃって、これは脳が痛みを作り出しているからこの脳の機能を下げてあげれば痛みが起こらないと思っちゃうんですね。だからどちらも根本的な治療につながってこないんですよ。だからみんな筋痛症の方って痛いのになんとかできないんですか、何か方法はないんですか、で困っちゃうんですね。で困った挙句何かどっか情報ないかなとかでみんなでこの苦しさを共有しようとかで、そこからいつの間にか治る方法ないのって一生懸命探したんだけど、だんだんもうちょっと諦めの境地に入っちゃってね、で、変なとこになんかよく聞いたサプリがあるとか食いついちゃったりとか、なんかここの治療科に行ったら治るかもしれないとかっていうふうにいろいろもう苦労されるんですけども、最終的にはなんかいつの間にかね線維筋痛症っていう病気をもっと啓蒙しようっていう話になっちゃって、もともとのなんで痛いのっていうこと、どうしたら楽になるのっていうことが消えていっちゃってるっていうのが現実問題起こってるんです。でこの仕組みが分かればね、今は200万人だけどもどんどん高温多湿になってる日本っていうのは線維筋痛症になっていく確率が上がっていくんですよ、いろんな人が。で何をしなきゃいけないかっていうと、脳をともかく冷やすっていうことを徹底しなくちゃいけないんです。なぜなら脳を冷やさないと自分の大事な骨からミネラルが奪われて汗となって出ていっちゃうからなんですね。だからこれをともかく止めてあげるっていうのはまず大前提として痛みを和らげる方法なので、セルフケアとしてやっていただきたいなと思います。でポイントはですね、頭が冷えてれば汗がかかないわけだから頭をともかく冷やすと。で脳を冷やさなきゃいけないんで首は冷やしちゃダメなんですよ。ここすごくポイントでね、なんか熱中症対策だから首冷やせとか言うんだけども、首っていうのはこの風の通り道だから冷やしちゃダメと。で冷やすと固まってきて閉じちゃうんでね、だからだいたいここから上のエリアを徹底的に冷やすということをやってください。でそこから下は温めてた方がいいです。で何すればいいかっていうと、よくある冷えピタ、あとはお風呂上がりなんかはもう冷水でバーッと頭を濡らす、しっかり。あとは口の中に氷をまめに入れとく。そうすると中から脳が冷えますんでね。で氷入れたら胃が冷えちゃって辛いっていう人は氷入れるでしょ。で溶かす。ある程度溶けてきたら飲み込まないでコップとかにペッて吐くっていうのをずっと繰り返しておく。でやると脳の温度が上がらなくて余分なミネラルが奪われないので骨から起こる痛みが軽減する。プラス脳が熱いと興奮してるから余計に痛く感じるんですよ。だから冷えてた方が
痛みの感覚っていうのも弱くなっていきますので、そうやって冷やしてあげると楽になる、そういうことを考えていただきたいなと思います。これは今のところも自分が臨床的にもうこの仕組みでもう起こってる人がかなりの数いるなと思って発表していきたいなと思ってますので、自分でもね該当するなと思ったら是非セルフケアとしてねやっていっていただきたいなと思います。本当に痛くて辛いと思います。骨の痛みはねもう虫歯みたいな痛みだから動けなくなっちゃうしと。であとは鼻がね悪いと非常にこの風の抜けが悪いから根本的に脳の温度を下げにくいっていうのがあるんで、この鼻のポイントも大きなあくびをしてあげる、目にねあーって大きくあくびをしてここの風の抜けをよく知っておいてあげるっていうのは非常にいいです。で日本人っていうのはねあくびに対してねもう集中してないやる気がない勉強してないっていうふうに言うんだけども、頭の温度が上がったら人間の構造的にあくびが出るんですよ。でなるべく大きいあくびをした方が風が抜けて脳の温度が下がる、だからもっと勉強できるっていうのがありますので、その辺ももう一般の方もですねやっていただきたいなと思います。まずはですねこんな感じで繊維筋痛症第1回目として動画をアップしますんで、今後もですねこの関わりのあることで僕はこういうことになってんだなっていうのをどんどん発表して啓蒙につながっていって、でこうやったら痛み楽になったなっていうのを皆さんが実感してもらえたらなと思ってますので、また動画の方をチェックしていただけたら嬉しいです。ご視聴ありがとうございました。